今回は茨城県久慈郡に来ました。素晴らしい景色ですね。テンション上がる。はじめまして、JP です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あうわー、超嬉あ、しい。いいですね。いいとこですね。ありがとうございます。じゃあちょっと見ていきまはい、しょう。お願いします。ただこっからこう向こうに行けるってことですよね。そうですね。それがなくなって。はい。で、この床はここやっぱ湿気てますね。そうなんです。だいぶ。はい。そのコンクリートのブロックが下までずっと来てて、ああ、これが下までね。そうなんです。で、通気口がないんですよ。だあーから多分ここ湿気がこもっちゃってるんだと思うんですね。ああ、そういうことか。なのでちょっとその先々その外に通気口も設けなきゃとは思うんですけど、このまま床組むのはあれなんで、ちょっと一回様子をめくってみた方がいいかなっていうのも。ちょっと見たいですね、これなんみか。たいですね。怖いもの見たさで。あとはその配管をちょっと通さなきあ、ゃいけない。通さなあかんね、はいここね。あそこもあって。うわ、ちょっとこれ後のお楽しみですね、これね。断熱材をとにかく床一面入れないと寒くて。昔の床って大体こうですよね。みたいですね。もうダイレクトに値段に貼り付けてやるっていう、多いですね。自分は東京だとずっとマンション暮らしだったので、こういうのが全然実感がなくて寒くて仕方がない。寒いんだなと思って、ホタテ寒いとは聞いてたけど。そうですね。壁スタートで床剥がし捨て張り終了みたいな感じやな。で1日目はじゃあ壁を一日もう壁が取れたらいいんじゃない？うん。壁取れてちょっと床覗けたらいいですよね。はい。うん。それぐらいまでかな。この壁やったらここにもう釘切ってあるじゃないですか。だからここに多分道地があるんですよね。でこのラインとでこのラインとその辺を剥がしていったらこの表面の皮が剥がれるんで中見えて、多分中は空洞なんでまずこの表面剥がしていきましょう。はい。なるほど。これで切り刻んで。そうですね、それちょっとやってみたいですね。まあ、剥がしていこうかな思ったんですけど、個人的にこれ使いたい。これ何でしたっけ？それは手持ちの丸のこ。手持ち丸のこ。マキタの 10.8 ボルトでした。もうなんか解体にすごくいいらしいんですよ。ちょっとやってみましょう。3個ありますね。そこの床下から入ったんですかね。かもね。でも難しいよなこれ。僕んちもね、これの茶色いバージョンありましたわ。ああ、そうですか。もっと茶色かったです。こっちやっぱ白いですね。なんかあ、色違う。でも素材が違うんじゃないですか。木が違う。乾燥しますね。そうですね。
あいつじゃーよいしょ。じゃあ歯出すますかあるあるですね。クライマックスですね。開通に関してはよいしょ。大丈夫ですか足？大丈夫です。でこう作業して降りてこっちの足でついたらここがズボン、これですねめちゃくちゃびっくりしたしやっちまいました。予想外ですよねこれは。予想外何これ。これ仕上げ剤こんなにダメージしてるのに根は割と健康ですよね。ああ、上からなんですかね。なんなんでしょうねこれ。失礼しました。お疲れ様です。はい、今日はですね排水の管を通すのと、あと、断熱、この根太の上に根太をオンして、断熱入れれるところぐらいまでいけたらいいんじゃないですかね。配管切るときはセンター、このエルボーとか T 字が入るセンターの寸法を測って、でここが、60で、このはまる溝が25あるんで約35ミリ、引けばこの寸法が出るので、これをカットして作ります。でこれをガチャッとつけて収めていくっていう感じですね。じゃあ、こういうプラスチックのパイプを塩ビ管っていうんですけど、塩ビ管用のこういう接着剤があります。でこれをくっつけるのは非常に簡単です。ここに継ぎ手側エルボー側にこう結構まんべんなくたっぷり入れて、で念のためこっちも入れといて、あとは結構速乾性あるんで一瞬で固まります。
ちも強いんですね。なるほど。もう相当シロアリに食われてるんですよね。でもこの柱をね結構持ちこたえてるんですよ。まあ多少中食われてるんですけど、この辺なんかもう全然多分 JP ロン縦に弱いんですよ。シロアリ横に走ってるのはめっちゃ横の損失の方が激しいんで、横が得意なんじゃないですか。横に走るのが。JP と申します。よろしくお願いします。JP さん、YouTube で拝見してると。ありがとうございます。ここ覚えてます？覚えてますよ。倉庫どうしようとお尻みたいなやつ。もう通過できるようになってますんで。ありがとうございます。すごい似ててる。ね。この配管はこの敷地内で完結している湧き水と浄化層で完結してるんで、敷地内で、大丈夫な配管やっても大丈夫なところです。これをまず1回ではなかなか切れないんですよ。なんで1回目はしっかり左手押さえて、こう軽く水をつけていくような感じ。水をつけていく。でその溝がだんだん深くなっていく感じね。あんまり力任せに切ると危ないんで、コースアウトした時がね怖いんで、足で押さえて、はい、もうビタビタにしといてもらって、こうですね。はい、今回はこの根太を既存の根太を外さずに根太オン根太ですね。根太の上に根太を置いて断熱材でこう挟み込むっていうやり方でいってます。でなんでこれをするかというと、この既存の根太ってもうバラバラのピッチで入ってたりするんですね。もう見てもらったら分かるように。でこれ外すのも結構大変なんですよ。釘で打ち込んであるんでかなり粘るんで。これ外すのも大変やし、これ結構しっかりしてるんで、これは使いたいと。でこの根太を上に置いてそのまま断熱材を挟み込むようにすることで、結構作業が楽という感じですね。はい。
よしよし。おお。引っ張り押しながら引っ張っていってでここあるじゃないですか。ここにこの先っちょを引っ掛けてこの先っちょをこう引っ掛けて、はい、でぐーっと押しながら引っ張ってであっちですね。はい。なら。超嬉しい。おお、びっくりした。ああれ、なんか下に違うものがある。あ、あんのかな。ちょっとずらして。これで打ってみます。うわ。よっ、あーしできた。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい楽しかったです。楽しかったし、全然違う風になってこの先が楽しみです。はい。JP さんとゆっくりお話ししながら作業させてもらえて本当に楽しかったです。終わってよかったです。結構気持ちよく泳がしてもらった感はあるけどね、今回。ただちょっと気持ちよすぎてゆっくりしすぎて、最後急にラストスパートかけるっていう、そこちょっと時間配分で反省点は。贅沢な時間あったらなんか気持ちを褒めてもらって栄養満点になってですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すいません。全然 OK です。ありがとうございます。なんかもう水分。